動車道に乗っています。今回も奈良方面に向けて走っています。この先三原ジャンクションで南半名道路の方に行きまして奈良県を目指していきます。奈良県に入ってきました。桜がぼちぼちと咲き始めてきました。奈良県の方に入りまして、今日は道の駅巡りをしてみようと思って三重県目指しています。前回のドライブで三重県の道の駅三杉という場所に行きましたが、今日は三杉より少し南側にある道の駅を目指して走っていきます。道の駅巡りという形でやるのは久しぶりになります。これまでの動画、最近の動画が1日を1本の動画にまとめててちょっと長い動画になってたんですけども、今日は道の駅ごとに動画を区切って撮影していこうかなというか編集していこうかなと思っております。三重県の道の駅は18駅ほどありまして、これまで6駅ぐらい回ってたと思うんですよね。奈良県桜井市に入ります。これまでの道の駅巡りは、道の駅を回ることがメインになっててですね、絶対的に道の駅になるべく多く回ると思ってたんですけど、今回も多くの道の駅を回りたいと思ってるんですけども、ただ道の駅を回るだけというよりかは観光も取り入れながら行こうと思ってるので、今日の目標4駅回れそうかなとは思ったんですけども、ちょっと臨機応変にやっていこうと思ってます。国道166号線に入ってきました。国道166号線に入りまして、この道をですねひたすら東に向かって進んでいきます。今日の道の駅巡り、最初の道の駅はですね、三重県松阪市にあります道の駅飯高駅というところを目指していきます。
飯高駅から道の駅茶倉、奥伊勢大台、そしてもう一駅回れたら行こうというふうに思ってます。今から1時間ほどで道の駅に到着する予定となってます。寄り道しなければの話なんですけどね。寄り道をしてしまうとこの限りではありません。この国道166号線はですね、奈良県内を走っているともう少し行ったところに宇田寺大宇田という道の駅があります。でその奥にですね、秋野の湯という温泉があって、ここの薬のお湯がすごくいいので、動画の中でも何回かですね紹介はしておりますが、よかったら行ってみてください。歌もすごくいい場所で、この国道の奥の道が歴史的町並み保存地区になってて、そこを歩くのもねすごく良いです。道の駅宇田寺大宇田に寄り道をしてトイレ休憩をします。ちょっとトイレに行きたくてですね、を進んでいきましょうと思ったんですが、ナビの案内によりまして、ここの先は県道219号線の方に進めとなっていますので、そちらの方に進んでいきましょう。最初の道の駅に9時半ぐらいに着けば今日はいい感じに回れるなと思ってたんですけど、今の予定でですね10時7分に着くっていうことになってますので、ちょっと予定より遅れながらの道の駅巡りをしてます。どうしても大阪抜けるときに渋滞しちゃうんですよね。奈良もそうなんですけど、奈良の市街地も混みますからね。朝の時間帯はしゃあないです。今日は久しぶりに一日快晴ということなので S6 のドライブが楽しめそうです。国道を走るよりこっちの方が道いい感じそうですね。iPhone マップナビナイスな道の選択なのかもしれません。
麗だし。ああ、いい景色だ。ここで国道166号線と合流ですね。よいしょ。この辺りが東吉野村ですね。日吉外マルシェ、山崎ショップ、あ、奈良県っぽい。川上村にもあんなあったんですよね。高の文字が見えてきました。めちゃめちゃ走りやすい道が続きますね。なんかここも綺麗そうな公園やね。高杉の里と高杉温泉、いろいろあるんだ。駐車場あるもんな。166号線もこれまたいい道ですね。この道に来るまでの時間が短ければ三重方面にはすげえ抜けやすいんだなっていうふうに思いますけどね。ここには高杉温泉っていう温泉があるらしいですね。これで東吉野村が終わりになるんですかね。気をつけてお帰りくださいってなってますけど、どの辺りから三重県になるんですかね。山を登っていくので燃費がガンガン悪くなってきます。S660という車はですね、スポーツカーでありながら軽自動車という枠というのもありますし、燃費がめちゃくちゃいいんですよね。
飯高の方に入ってきております。飯高町ですね。飯高なんかな、飯高町ですね。もう1週間ほど後に来たら桜とかがかなり綺麗だったでしょうね。この辺とかも綺麗ですもんね。桜じゃないやつもあるんですけど、こことかめちゃ綺麗。めっちゃいい道が続きますね。やばい。これを166号線いいです。もう動画の編集が終わった頃には見頃は終わってるでしょうけど、桜とかはこれはドライブに最高でしょう。道の駅までもだいぶと近づいてきて、マップナビとかではですね、あと18分ほどになってますよね。先ほど燃費の話をしてましたけど、今の燃費が 26.2km パーリッターと表示されています。もっと今タイヤがね、新しいタイヤに変わって、このタイヤになってからは燃費はちょっと伸びにくくなってますけど、それでもなだらかな、こういう道が続かないとダメですけどね、26キロ超えは素晴らしいものがあります。166号線を走ってます。今ちょうど道多分作ってるんですね、この先が。
神社に寄り道をしまして、道の駅飯高を目指してきます。もう多分ね着くと思うんですよね。で、予定はね9時半ぐらい着くんですけど、9時半ぐらい着きたいなと思って家出たんですけど、結局10時半になっております。道の駅飯高の看板が見えてきまして、残り 1.5 キロです。この辺は桜がめっちゃ咲いてますね。もう満開やん。本日最初の道の駅飯高です。ここは人気になってるな。道の駅飯高に行ってきまして、こちらの方ではおにぎり買ってきました。これからちょっと観光のために歩こうと思っていますので、このおにぎりでですねお腹を満たそうと思ってます。ではまずいただいてみましょう。この具材に乗ってるとっとき焼きネギというのがこの辺りの名物になっているんだと思います。いただきます。はいはい。
甘辛いタレのおにぎりですね。美味しいです。ここの道の駅はお店がいろいろと充実してて、物産売り場だけじゃなくておにぎり屋さんが別であったりもしますので、そちらで買うと握りたてのおにぎりを食べることもできます。もう一個は普通に鮭ですね。もう一つ買ってきまして、もう一つがですね、飯高名物のでんがらというやつです。和菓子ですね。これ食べてみましょう。こしあんと粒あんがありまして、選んだのはこしあんです。歯にこのように包まれておりまして、中にはこのようなお餅が入っております。普段食べるようなあんこ餅か。でもまた食感が違いますね。ちょっと何て表現していいかが難しいんですけど、でも美味しいわ。ではこの先はちょっと観光に行ってみまして、次の道の駅ですね、行ってみようと思います。